はい、今回はバレリオンの最新フラッグシップモデル、バレリオンビジョンマスター Max について話をしたいと思います。バレリオンといえば、ここ1年で一気に注目を集めているプロジェクターメーカー。キックスターターでホームプロジェクター史上最高額を集めたということでも話題になりましたが、話題性だけじゃなくて実際にその映像はトップクラス。ビジョンマスタープロ2の映像がすごかったよってのは以前の動画でレビューした通りであり、そのプロ2を超える MAX というモデルがついに日本でも登場するというわけ。バレリオンではビジョンマスタープロや MAX 以外にもストリームマスタープラスというスタンダードモデルがあり、プラスとプロでは1と2で2つずつ、合計5つもモデルがあるんですよね。どれも映像が綺麗で、どれも新しいモデルでどれも高性能。で、実際のところ何が違うのか。最高峰の MAX がどれぐらいすごいのかって話ですね。実は私、最新のビジョンマスター MAX を発売前に使わせていただいておりまして、ここ1ヶ月ほどプラスプロ MAX と使い比べてきたんですけれども、想定してたのともちょっと違う方向で結構差があったんですよね。プロジェクターって映像で比較されがちなんですけれども、バレリオンに至っては映像が綺麗なのが前提で、それぞれのモデルで使い勝手も大きく違うとも感じましたので、その辺を含めて今回は深掘っていきたいと思います。はい、それではまずバレリオンについて理解を深めるために、さっくりとそのラインナップと歴史を振り返りたいと思います。繰り返しますが、現在販売されているのは、バレリオンビジョンマスターシリーズだけではありません。スタンダードモデルのストリームマスタープラスにプラス2。その上位モデルにビジョンマスタープロとプロ2。さらに最上位にこれから登場する MAX が追加されるわけで、バレリオンだけでも様々な選択肢があるのです。しかもこれらのモデルはいずれも昨年末にキックスターターで発表された最新モデル。つまり徐々に進化してきたプロジェクターというわけではなく、最初から5つのモデルを販売していく予定で、用途によりモデルを区別しているのです。で、ここで一旦整理しておいた方が良いのか、どのように名前が区別され、何を基準に値段が違うのかってこと。ストリームマスタープラスはバレリオンのスタンダードモデル。プラスとプラス2の2つのモデルがあり、価格は25万円から30万円前後。プラス2ってなってますが、プラスが型落ちってわけではないので勘違いしないように。どちらも同じタイミングで発売されており、この2つで違うのは明るさだけとなります。明るさ以外の性能も変わり、上位モデルとなるのがビジョンマスタープロシリーズですが、プロ2の価格は35万円から45万円前後で、こちらも違うのは明るさのみ。そして最上位の MAX は70万円を超える価格。さらに多くの機能も増えています。値段だけ見ると結構な差があるのですが、いずれも最新モデルなので共通するスペックも多いんですよね。というわけで、まずは共通する部分から。前提として理解しておきたいのが、バレリオンのプロジェクターはどのモデルを選んでも基本的に性能が高いということ。一番安いストリームマスタープラスでさえ他社フラッグシップモデルに匹敵するスペックを誇ります。投影サイズはすべてのモデルで40インチから300インチまで対応。解像度は当たり前に 4K 対応しており、HDR 規格も HDR10、10プラス、HALG、Dolby Vision、そして IMAX Enhanced という主要な HDR 規格に完全対応しています。特に Dolby Vision だけでなく IMAX Enhanced に対応しているのはすごいですね。色域も全モデルで REC2020 を 110% カバー。さらに ISF 認証も全モデルで取得しています。ISF というのは映像業界のプロフェッショナルが認める画質基準をクリアしているという証明。要はプロが認めた画質ってことで、これも他社ではほとんど取得してないですからね。続いてゲーミング性能。これも全モデルで 1080p240Hz で 4ms。4K60Hz でも 15ms という超低遅延を実現しています。この 4ms という数値もゲーミングモニターと同等レベルですからね。しかも21対9および32対9のウルトラワイド表示にも対応、ALLM にも対応しています。あと、処理スペックも全モデル共通。RAM4GB、ストレージ 128GB と高性能で、下手に外付けストリーミングデバイスを接続して使うよりも高速に動作します。Google TV も搭載されているので、Netflix、YouTube、プライムビデオといった主要な動画配信サービスや、クラウドゲーミングアプリもプロジェクター単体で起動することができる。AirPlay や Google Cast も使えるし、スマートフォームの Apple Home Kit、Google Home にも対応。Apple TV や Fire TV も不要で何でもできてしまうのです。接続性能も全モデルで最高峰であり、Wi-Fi は Wi-Fi 6E に対応。入出力端子も HDMI 2.1 が2ポート。EARC に対応した HDMI 2.0 が1ポート。USB 2.0 と USB 3.0。光デジタル出力 3.5mm オーディオ出力有線 LAN ポートと非常に豊富。
スピーカーも全モデルで 12W×2 の合計 24W 構成。筐体デザインも同じなんですけど、色が違うんですよね。プラスがブルー、プラス2がホワイト、プロがゴールド、プロ2がダークグレー、マックスがブラック。サイズと重量はマックス以外は一緒で約 7kg。マックスだけ本体サイズが 18mm 長くなっていて、重量も 7.5kg と 500g ほど重いです。本体の底には4分の1インチネジ穴があるので、純正のオプションパーツは共通で使えるし、カメラ用の三脚やスタンドも使えます。付属のリモコンも全モデル同じでボタンが光るタイプ。電源ケーブルも全く同じでした。というわけで、どのモデルを選んでも、基本性能は変わらず高性能。この共通スペックだけでも他社のフラッグシップモデルと比較して遜色ないレベル。では何が違うのか。続いて各モデルの違いについて詳しく見ていきたいと思います。はい、それでは続いてバレリオンシリーズの違いについて、さっくりとまとめておきました。まず、すべてのモデルで明るさが異なります。この明るさだけで区別されているのがナンバリング。プラスとプラス2、プロとプロ2の違いは明るさだけというのは先ほど申し上げた通り。一方、プラス、プロ、マックスと名称が変わると、明るさだけでなく、コントラスト比や光学ズームも異なり、マックスではレンズシフトも追加され、他のモデルにはない様々な機能も備わっています。まず大きな違いがコントラスト比。ストリームマスタープラスが1万対1、ビジョンマスタープロが1万5000対1、そしてビジョンマスターマックスは5万対1。コントラストってのは明暗表現に関わる重要な指標であり、少なからず映像が変わるってのも間違いないと思っています。続いて、設置の柔軟性の違い。ストリームマスタープラスプラス2は光学ズームに非対応ですが、ビジョンマスタープロ、プロ2、マックスは 0.9 から 1.5 倍の光学ズームに対応で、マックスは別売りの交換レンズを使えば最大2倍まで拡張可能。さらにプラスマイナス 105% の垂直レンズシフトもついています。マックスでは6段階のマニュアルアイリスでより黒レベルを高めることができ、レインボーエフェクト抑制機能やスペックル低減技術も搭載。単に映像が切れてだけで価格が上がっているわけでもないのです。まあ、プラスとプラス2の価格差は4万円ほどですが、プラス2とプロでは価格差6万円となり、プロとプロ2では価格差10万円、プロ2とマックスでは30万円を超える差額ですからね。上位モデルになるほど機能は増えていくのですが、その分差額も広がっているわけで、機能の違いを踏まえた上でこれらの差額をどう考えるのかってところですね。で、実際の映像はどれぐらい違うのか気になりますよね。というわけで続いて検証していきたいと思います。はい、それではここからはバレリオンのモデルを安い順に比較していきたいと思います。まず、ストリームマスタープラスとビジョンマスタープロシリーズの違いから、外観の色味こそ違うものの、本体サイズや入出力端子の構成も全く同じ。一番格安なストリームマスタープラスでも他社フラッグシップ並みの性能を誇るというのは先ほど申し上げた通りです。設置の柔軟性において違うのが光学ズームの有無。映像において違うのが明るさとコントラストでしたね。プラスプラス2、プロプロ2と明るさが徐々に上がっていますが、コントラストはプラスからプロでのみ進化している。というわけでこのコントラスト性能の違いで映像にどれくらい違いが出るのか。両シリーズの上位モデル、ストリームマスタープラス2とビジョンマスタープロ2で比較検証していきたいと思います。左側がビジョンマスタープロ2、右側がストリームマスタープラス2となります。まず、同時に電源を入れて本体の起動速度。続いてアプリの起動速度とか、カーソルの移動速度とかも検証してみましたけど、違いは感じられませんでした。ついでに MAX も比較したりもしましたが、処理スペックは全モデル共通ってのは間違いなさそうです。続いて映像比較。40インチくらいのサイズで左右に並べて投影。EBL はオフのままデフォルト設定で投影してるんですけれども、この時点で微妙に色味の違いを感じました。やはりビジョンマスタープロ2の方が色濃く黒が黒いですね。続いて EBL をオンにして100インチの投影比較。暗い場所で一般的なマットスクリーンにて投影比較しています。こちらがストリームマスタープラス2。こちらがビジョンマスタープロ2。どちらもめちゃめちゃ綺麗なんですけれども、比べてみると結構違いがありました。これ左側がプラス2、右側がプロ2。やはりプロ2の方が発色、色のり、解像感で勝っているような気がしました。もちろんカメラ越しの映像なので正確には伝わらないかと思いますが、肉眼で比べてる私にはやっぱりちょっと違うってのがわかります。特に赤や青といった原色の発色がプロ2の方がより深く濃く表現されている。黒の黒さもプロ2の方が上。黒いってだけでなく色の濃さっていうんでしょうか。プロ2と比べると明らかに違いがあると感じました。ちなみにこちらは ALR スクリーンでの映像比較。
まあ ALR スクリーンですとどちらもめちゃめちゃ綺麗になるんですけれども、やはり色の濃さという点でプロ2の方が色濃く感じますね。まあちょっと映像だとわかりづらいんですけれども、なんか違うってのは伝わるかなと。いろいろとゲームプレイしたりもしてみましたが、プラス2、プロ2、どちらもゲームで遅延を感じることは一切なかったです。4K HDR の超高画質でぬるぬる快適にプレイもできています。ゲーミング性能はどちらも変わらず高性能ってのも間違いないでしょう。映像の綺麗さという点においては明るさの違いもあると思うんですけれども、やはりコントラストの違いが大きいかなと。色の濃さが違う。どちらも暗いところでは十分明るいと思いましたし、プラス2は 2000ISO ルーメンにもかかわらず、他社のより明るいプロジェクターと比較しても遜色なく、むしろ綺麗に感じました。まあ100インチぐらいのサイズだったら 2000ISO ルーメンもあれば十分だとも思っています。もちろん明るいところではより明るいプロ2の方がより綺麗に見えるんですけれども、日中の明るいリビングといった環境ではどちらも映像が薄くなりますからね。明るいプロジェクターより ALR スクリーンを使った方が良いというのは以前の動画で解説した通りです。まあ実際のところこの2つのモデルを映像検証していて気づいたのが、映像の違いよりも使い勝手の違いの方が大きいなと。プラス2の方が思っていた以上に設置が大変だったんですよね。光学ズームのありなしで何が変わるのか。続いて使い勝手の違いについて詳しく見ていきたいと思います。はい、それではプラス2とプロ2の最大の違い、光学ズームについて話をしたいと思います。先ほど検証した映像ってのは、ちゃんとセッティングして綺麗になるように投影した場合の話。この綺麗に投影するってまでの難易度が、プラスとプロでは結構違うと感じました。光学ズームがないプラスとプラス2は投影比で 1.2 対1で固定。これは投影幅の 1.2 倍の距離が必要という意味で、例えば100インチなら幅が約 2.2 メートルとなるので、1.2×2.2 で約 2.65 メーター、40インチなら約1メーター、80インチなら約 2.1 メーターと、投影サイズごとに設置距離がピンポイントで決まってしまう。つまり部屋のレイアウトに合わせた調整ができず、結果として画質劣化の原因となる。デジタルズームに頼らなければいけなくなるのです。さらに高い位置に設置する場合は、斜めに投影することになるため、台形補正も必須。台形補正は歪んだ投影範囲の中に映像を収める処理なので、ここでも画質が落ちる上に斜めに投影すれば投影距離もまた変わるので、設置位置の再調整までも必要になってしまうのです。一方、ビジョンマスタープロシリーズは光学ズームが使えるので、1.2 倍の固定ではなく、0.9 倍から 1.5 倍と設置距離を柔軟に調整できます。同じ100インチスクリーンでも約 1.98 メーターから 3.3 メーターの間で好きな位置に設置をできるようになるのです。まあこれ数字だけ見ても分かりづらいと思うのですが、6畳で100インチの映像を楽しむと仮定した場合、6畳の部屋の長い方がだいたい 3.5 メーターくらいとなります。ストリームマスタープラスだとスクリーンから約 2.65 メーターの位置にピンポイントで設置しなければならないので、部屋の角には置けず、やや真ん中あたりにプロジェクターを置くことになってしまう。かといって部屋の狭い方は約 2.5 メーター。100インチ投影ができないんですけれども、光学ズームがあるビジョンマスタープロなら、100インチを最短 1.99 メーターの距離で投影することもできるし、プロジェクターと本体の両方を部屋の端に置くことも可能なのです。あと、プロジェクター設置で知っておいた方が良いのが投影方向。プロジェクターってレンズから上下均等に映像が広がると思いがちですが、実際は下方向にはほとんど広がらず、上方向に映像が投影されるのが一般的。バレリオンのレンズオフセットも 100% なので、投影画像の下側がレンズの高さと一致するようになっており、レンズの中心と映像の中心がずれているのです。つまりプロジェクターはスクリーンよりも低い位置に置く必要があり、一般家庭の生活スペースでこれが非常に厄介。スクリーンの下が位置に合わせて真正面に置くってまず不可能に近いですからね。プロジェクターを使用するなら、少なからず斜めに投影することになり、台形補正を使うことも避けられず、広角ズームがないと、この台形補正で調整できる範囲もだいぶ狭まってしまうのです。実際、ビジョンマスタープロ2で問題なく投影できた場所でも、ストリームマスタープラス2では同じようには投影できず、純正スタンドで調整しきれず、カメラ用のビデオ三脚を引っ張り出してあれこれ試行錯誤しながら使ってましたからね。まあ何が言いたいかっていうと、ストリームマスタープラスは値段が安いからエントリー機みたいに勘違いしがちですが、設置の難易度はむしろ高いので、どちらかといえば玄人向け、しっかりとシアター環境を構築できる人向けなんじゃないかなと、生活スペースに置くことを考えているなら光学ズームはないと困る。明るさや映像の違い云々の前にちゃんと設置できる場所があるのか考えておいた方が良い。
何にせよリビングの真ん中にプロジェクターがあったら邪魔ですからね。はい。というわけで、スタンダードモデルのストリームマスタープラスシリーズは、最先端の機能を搭載しつつ、映像もそこそこ綺麗ということで、コストパフォーマンスが高いと思われがちなんですけれども、光学ズームがないというデメリットは大きく、日本の一般的な家庭ではちょっと使いづらいんじゃないかなと思いました。もちろんそれらを理解した上で使うのであれば、スペックのコストパフォーマンスは高いわけで、どちらかといえばしっかりとシアター環境を構築できる上級者向けのプロジェクターなんじゃないかなと、映像の綺麗さがとか暗い場所で使うからとか、それらの問題以前に設置の柔軟性でワンランク上のプロシリーズを選んだ方が幸せになれる人が多いと思いました。はい、それでは続いて Vision Master Pro 2と最上位モデルの Vision Master Max の違いについて。この2つのモデルは Pro 2が約45万円に対し Max が約75万円。価格差が約30万円もあるわけで何が変わるのか。まず明るさは Pro 2が 3000ISO ルーメンに対し Max が 3500ISO ルーメン。コントラストについては Pro 2が15000対1なのに対し Max は5万対1にも達します。これは Max のみに搭載されたノワールシーンシステムのおかげ、6段階のマニュアルアイリス、EBL といった統合技術により、他のモデルに比べ暗所コントラストが格段に向上し、驚異的な黒の深さを実現しているのです。映像に関わるハードウェアも Max は別格。レンズがアップグレードされ、14枚構成のプロ級ガラスレンズを採用。バレリオンのラインナップで唯一、電動レンズシフト機能も搭載しており、垂直方向にプラスマイナス 105% という広い範囲で画質劣化のない位置調整が可能となっています。さらにレンズ交換にも対応しており、別売りレンズで投射比の望遠側を 1.5 倍から2倍まで拡張可能。より長距離からの投影もできるようになります。画質ノイズ対策も強化されており、DLP 特有の虹色のちらつきを抑えるレインボー効果抑制機能に加え、レーザー特有のザラつきを抑えるスペックル低減技術も搭載。細かいところでは有線 LAN が 1GBps へと高速化しており、外観は MAX だけ奥行きが 18mm 長く、重量も 0.5kg 増えて 7.5kg と、筐体も少し大きく重厚になっています。あと、MAX だけパッケージも異なります。高級感のある化粧箱梱包となっており、その代わりプラスやプロのようなキャリングケースは付属しません。ここまで高額かつハイスペックの機材を持ち運ぶ人は少ないでしょうから、完全な据え置き機として使う前提なのでしょう。というわけで Vision Master Pro 2から Vision Master Max への主な進化ポイントは、6段階のマニュアルアイリスにレンズシフトにレンズ交換機能、あとはレインボーエフェクトとスペックル低減ですね。では、これらの進化で実際の映像はどれぐらい違うのか。続いて検証していきたいと思います。はい、それでは Pro 2と Max、実際に2つのモデルの映像を比較してみたいと思います。まず、同時に電源を入れて動作スピードの比較をしたいところなんですけれども、バリリオンは全てのモデルで処理スペックが同じというのは先ほど申し上げた通りです。続いて映像比較。40インチくらいのサイズで左右に並べて投影。左側が Vision Master Max、右側が Vision Master Pro 2。EBL はオフのままデフォルト設定で投影してますけど、デフォルト設定のままでは違いがちょっとわかりづらいというのが本音。そもそも Pro 2がものすごい綺麗だし、並べて比べても言われてみれば違うかな程度。パッと見ではほぼ同じに見えてしまいました。ストリームマスタープラス2も含め3機種同時に比較をしてみたりもしましたが、プラス2は微妙に色味が違うのがわかるんですけれども、上位機種の2つ、プロ2と MAX は途中でどっちがどっちだかわからなくなりました。続いて EBL をオンにしたプロ2と EBL とアイリスをオンにした MAX で100インチの投影比較。先ほどと同じく暗い場所で一般的なマットスクリーンにて投影比較しています。左側が Vision Master Pro 2、右側が Vision Master Max。Vision Master Pro 2の時点で文句がつけようがないぐらい綺麗なんですけれども、Max でアイリスを最大まで絞ってみると違いが顕著になり、このアイリスを閉じることでコントラストが向上するというのもしっかりと体感できました。こちらは Pro 2の EBL オンと Max のアイリスオフと Max のアイリスオンを比較した映像となりますが、やっぱり Pro 2と Max のアイリスオフではあんまり映像の違いがわからなくて、アイリスを最大の6まで上げるとだいぶ違いが出てくるという感じですね。明るいところがより明るく、暗いところがより暗くなっているような気がしないでもない。アイリスは例えるならカメラの絞りみたいなもんでしょうか。1から6へと絞るほどに色濃く黒くなっていく。
暗いシーンだけでなく鮮やかなシーンでもプロ2とはまた違った映像になっているのがお分かりになりますでしょうか。パッと見た感じでも濃くなったなーってのがわかります。ただアイリスを絞るとピーク輝度は減少するらしく、この辺は一長一短。また EBL やアイリスをオンにすると若干暖色寄りの色味になるんですよね。赤っぽいっていうんでしょうか。特にアイリスは最大の6に設定するとその変化もよくわかる。良くも悪くも色味は変化してしまうので、常用するならアイリスを4から5くらいに抑えた方が良い気もしました。まあこの辺のところはコンテンツ次第ってのもあるし、何にせよ好みの問題。マックスは自分の好みに合わせて細かく調整できることにも利点がある気がしました。あと、マックスにはレインボーエフェクトを低減する機能もありますが、そもそも私はバレリオンのプロジェクターでレインボーエフェクトを感じてませんので、この辺のところはなんとも。まあ、レインボーエフェクトを感じる人は目の疲れにつながりますので、そういったことを軽減できるのは良いんじゃないかなと。スペックル低減技術もマットスクリーンではスペックルは感じず、ALR スクリーンなら確かにプロ2よりも MAX の方が抑えられているような気がしましたが、この辺のところも使う ALR スクリーン次第ってのもあるでしょう。例えばバレリオンの ALR スクリーンではスペックルを低減する技術も詰め込まれてますからね。スペックルを感じる以前に ALR スクリーンの美しさにビビります。参考までにこちらが ALR スクリーンに投影した MAX の映像。ビジョンマスター Pro 2と比較するとこんな感じ。どちらも明るい部屋で投影してるんですけれども、ものすごく色濃く映っているのがお分かりになりますでしょうか。せっかくなんでストリームマスタープラス2の投影映像も置いておきます。まあ ALR スクリーンに投影してしまうと本当別物になってしまうんで、まあなんとも言えないんですけれども、右側の上位モデルになるにつれてだんだんと色濃くなっているような気がしないでもない。何せよ明るい部屋で投影しているとは思えないほど綺麗に映っているのがお分かりになるかと思います。一方こちらは暗い部屋で ALR スクリーンに投影したビジョンマスター MAX の映像です。同じくビジョンマスター Pro 2の映像と比較するとこんな感じ。やはり ALR スクリーンも明るい場所で投影するより暗い場所で投影した方がより色濃く映る。ここまで来ると本当有機 EL テレビを見ているかのような映像ですね。ついでにストリームマスタープラス2も投影比較してみましたけれども、ALR スクリーンに投影しちゃうと明るさの違いとかもちょっとわかりづらいですね。まあでも比べれば色の濃さはだいぶ違うかなと。まあ本来は MAX のスペックル低減を体感したくて比較してみたんですけれども、スペックル云々の前にどれもめちゃめちゃ綺麗。ここまで来るとどれが綺麗かっていう判断もちょっと難しいですね。まあ ALR スクリーンって明るい部屋で明るく投影できるってだけでなく、明光や環境光の影響も最小限に抑えてくれるので、より色濃く投影もできるんですよね。バレリオンの ALR スクリーンについては以前の動画でも詳しくレビューしてますので、よろしければそちらもチェックしてみてください。というわけで、Pro 2と MAX の違いはしっかりと設定して比較すればわかるんですけれども、そもそも Pro 2の時点で非常に綺麗なので、価格差ほどの違いがあるかと言われれば難しいと感じました。まあこの辺のところは私が一般家庭の生活スペースで使っており、100インチという小さいサイズってのもあるとは思いますが、映像のコストパフォーマンスにおいては Pro 2に軍配が上がるんじゃないかなと。ただ、MAX は映像以外の違いもあるわけで、続いて使い勝手の違いについて見ていきたいと思います。はい、それでは映像の違いがなんとなく分かったところで、続いて使い勝手の違い、レンズシフトについて話をしたいと思います。MAX で加わった機能が垂直レンズシフト。他社プロジェクターではレンズシフト対応モデルもあるだけに、ビジョンマスター Pro 2にレンズシフトがないってのは私も気になっていたところなんですよね。で、まず、垂直レンズシフトって何なのか。これはレンズを垂直方向に移動させて、投影位置を調整できる機能。プロジェクター本体の水平を保ったまま、スクリーンに合わせて画質劣化なく映像位置を上下に調整できるようになるものです。プロジェクターを設置するときって左右の位置合わせは結構簡単なんですけど、高さの微調整は結構大変ですからね。MAX の場合は垂直方向にプラスマイナス 105% のオフセットが可能で、これは投影画像の高さに対して 105% の範囲で上下に調整できるってこと。これ 100% ってのが画面の高さ一つ分なので、例えば100インチの場合、プラスマイナス 105% なら上にも下にも約130センチ稼働するってこと。これによりプロジェクターを斜め下に向けなくて良くなるので台形補正が不要。画質劣化もしなくなるというわけ。
では、レンズシフトがなく、この台形補正を使った場合に、実際のところどれくらい解像度が落ちたり、コントラストが落ちるのか。ちょっと斜めを向けて台形補正した映像と、レンズシフトで補正なく投影した映像を見比べてみましたが、正直、違いがわからないってのが私の感想です。この辺のところは画面サイズや投影する角度にもよるので、参考までに聞いてほしいのですが、よっぽど変な角度から投影しなければそこまで劣化はしないし、適当に設置して台形補正しても十分綺麗に投影できるのがバレリオン。一瞬でスクリーンの角もぴったり合わせてくれますからね。勘違いしないでほしいのが、レンズシフトがあれば台形補正が完全に不要になるってわけでもないってこと。補正なしで投影するにはスクリーンに対して平行かつど真ん中に設置する必要もあり、やはり生活スペースにおいてこれは結構無理がある。実際そこそこ平行、そこそこ正面くらいの設置で十分であり、ちょっと高い位置に置いたくらいなら台形補正で劣化を感じることはないとも思っています。はい、異論は認めます。ちなみにプロジェクターの設置方法としてなんだかんだ綺麗に投影できるのが天井の吊り下げ設置ですね。本体を逆さに吊るすことでオフセットも逆方向になるので映像が下方向に綺麗に広がるんですよね。これにより台形補正に頼りすぎることなく投影もできるようになります。バレリオン純正の天井マウントは上下に微調整もできるので水平を保ったまま映像位置もぴったりと合わせやすい。しかも生活スペースを圧迫しないですからね。天井にあるからね。天吊り固定って賃貸では無理あると思われがちですが、私は賃貸住宅で吊り下げ固定してみたよって話は以前の動画で詳しく解説してますので、よろしければそちらもむさぼり返してみてください。はい、それでは最後にバレリオンと他社プロジェクターとの違いについて。結局のところ他社と比べてどうなのかっていう話ですね。バレリオンを語る上で避けては通れないのがやはり究極の黒。他社を圧倒するコントラスト性能です。スペック上では15000対1とか5万対1という数値が並びますが、そんな数字はさておき、実際に目で見てみると他社よりも色が濃く、黒が黒いってのがよくわかります。これは単に EBL 技術が優れているっていうだけの話ではなく、EBL をオフにした状態でもネイティブコントラストが高く、デフォルトの状態で黒が黒いのです。もちろん何をもって映像が綺麗というのか人それぞれ違うと思うし、この映像の違いをカメラ越しに伝えるのは無理があるとも思ってるんですけれども、プロジェクターは明るさこそ正義という中で、バレリオンはコントラスト性能にこだわり、究極の黒を追求したってのが素晴らしいんですよね。実際このコントラスト性能では頭一つ抜けている気もしました。かといってバレリオンが明るさで劣るのかといえばそんなこともなく、他社の明るいと言われるプロジェクター並みに明るいし、同等ルーメンで比べてみても明るい場所でより色濃く映る。他社プロジェクターでは輝度を上げると白飛びして色が薄くなったりもするのですけど、バレリオンは輝度を調整しても色が濃いまま明るくなるってのも感じています。そして他社でも EBL のように黒レベルを上げる機能はあるのですが、バレリオンの EBL はオンにしても色味の破綻が限りなく少ないですからね。こういった明るさの調整や EBL やアイリスといった機能も映像を確認しながらどう変わるのか、しっかりと変化を見ながら調整できるようになっているのも良いなと。よく色精度が高いとか色の再現性が高いとかも言われますが、スペック上は同じように精度が高いはずのプロジェクター同士なのに、実際に見比べてみると映る映像は違うんですよね。カタログのスペックが正しいのかってのもあるし、クリエイターの意図した色を忠実に再現するのが綺麗な色なのかってのもある。例えば昔の映画は今の映画に比べて綺麗かといえばそんなこともなく、4K 解像度だから綺麗ってわけでもないでしょう。しかしそういったざっくばらんな色とりどりのコンテンツで色濃く見えるのがバレリオン。SDR でも HD 解像度でも黒くて濃いから綺麗って感じるわけです。日々プロジェクターを使うようになって思うのが、現代の映画やドラマシリーズとか最新のゲームでも暗い環境のシーン、黒を基調としたシーンが多いんですよね。こういったシネマティックな映像を暗い画面のまま黒つぶれなくくっきり見えるってのがやっぱりすごい。究極の黒を追求したバレリオンだから実現できる映像だとも思っています。例えるなら他社プロジェクターがミニ LED に対し、バレリオンは有機 EL という感じでしょうか。もちろん機能面においても他社と比べて最高峰というのは言うまでもなく、処理スペックだけでなく HDMI 端子も3ポートあり、Wi-Fi 性能も Wi-Fi 6E に対応。スマートフォームや AirPlay にも対応してるし、ゲーミング性能も高くゲーミングプロジェクターとしても使えますからね。あと、こんなに高出力なのに電源アダプタがコンパクトなのも素晴らしい。ケーブルの真ん中にどでかいアダプタもないので、配線がスッキリするのもバレリオンの地味な利点だとも思いました。
はい、それでは続いてバレリオンのデメリットについても触れておきたいと思います。最大のデメリットがやはり価格ですね。スペックのコストパフォーマンスは高いとはいえ、ホームプロジェクターとしては間違いなくお高いです。プラス2が約30万円、プロ2が約45万円、マックスは約75万円。スタンダードモデルのプラスシリーズでも他社フラッグシップモデル並みの価格となっており、プロ2はそれよりさらに10万円くらい高額。マックスに至ってはホームプロジェクターというレベルの価格でもないかなと。あと、設置の柔軟性も良いとは言い難いです。プロジェクターの本体重量は 7kg 以上と重く、ジンバル一体型でもありません。ジンバルスタンドはオプションパーツとなっており、このスタンドだけで 2kg もあるので、これを取り付けるとなると 9kg を超えてしまう重さ。競合製品がジンバル付きで 5kg 前後なのでだいぶ重く感じるし、このジンバルスタンドも 22,800 円となかなか高額。本体の形状も持ち運ぶことを想定しておらず、しっかりと据え置いて使うプロジェクターとなります。設置の柔軟性という点においても、ストリームマスタープラスは光学ズーム機能がなく、ビジョンマスタープロにはレンズシフト機能がありません。マックスはレンズシフトに対応していますが、垂直方向のみで水平方向のレンズシフトには非対応ですからね。設置の柔軟性や携帯性という点においては他社プロジェクターに軍配が上がるとも思いました。あと、強いて言えばオーディオ性能ですね。これは全モデル共通で 12W×2 の合計 24W。ストリームマスタープラスでこの性能は悪くはないと思うんですけれども、最上位モデルのビジョンマスターマックスも同じですからね。プロ2やマックスの価格や映像を考えるとちょっと物足りないし、外部スピーカーを接続して使いたいって考えてしまうあたりも据え置きで使うことが前提のような気がしました。はい、最後にまとめです。バレリオンのプロジェクターはどれも高額ゆえにどれも映像が綺麗で高スペックであり、現代のホームプロジェクター市場において最高峰のシリーズというのも間違いないと思いました。ただ、モデルにより搭載する機能が異なるので、しっかりと違いを理解して選んだ方が良いでしょう。一番格安なストリームマスタープラスは明るさやコントラスト性能でやや劣るってのもありますが、映像云々の前にちゃんと設置できるかってことを確認した方が良いですね。光学ズームがなくてもいい感じに設置ができるのか。せっかく綺麗に映像が投影できても、プロジェクター自体が邪魔になっちゃったら意味がないし、その都度わざわざ持ってきてすぐに使えるようなプロジェクターでもありません。特に日本の賃貸住宅のような限られたスペースに設置するのであれば、光学ズームがないのはちょっと厳しいんじゃないかなと。ただこの金額を考えると、性能のコストパフォーマンスは非常に高いので、その辺を理解した上でストリームマスタープラスを選べる人、どちらかといえば玄人向けな気がしました。ワンランク上のビジョンマスタープロシリーズは40万円前後の価格帯となりますが、光学ズームを搭載でさらにコントラスト性能も上がるので、せっかくバレリオンを選ぶならプロシリーズから選びたい。他社で3、40万円くらいするフラッグシップモデルに比べて、黒の黒さも明らかに違うので、追加で10万円を払う価値もあると感じました。ビジョンマスタープロとプロ2の違いは明るさだけなので、暗いところで使うならプロでも良いとは思うんですが、せっかくこの美しい映像が投影できるなら、やはり明るい方を選びたくなるのが人間でしょう。他社のフラッグシップモデルは 3000ISO ルーメン前後。ビジョンマスタープロ2なら明るさにおいても他社に見劣りすることもなく、現代のホームプロジェクターとして最高峰のスペックとなるわけで、明るさとコントラストにおいてプロ2の方がバランスが良い気もしました。さらに約30万円を追加すれば、マックスも選べますが、正直なところ、プロ2の時点で映像は非常に綺麗だったんで、プラス30万円分の差を体感できたかというとちょっと難しいところです。確かにアイリスによる黒レベルの違いは感じましたし、レンズシフトにノワールシーンシステム、レインボーエフェクト抑制やスペックル低減といった機能は唯一無二。これ以上のプロジェクターはちょっと想像がつかないし、これを選んでおけば間違いないという安心感もあるんですけれども、やっぱり70万円を超える価格ですからね。間違いなく最高峰なのですが、この性能の凄さも価値がわかる人向けな気がしてしまいました。ただ、このバレリオンビジョンマスターマックスは12月16日にクラウドファンディングが開始予定で、幕開けでの先行価格はなんと 41% オフの45万円となります。ここまで安くなると価格差がとか言うまでもなく、とりあえずマックスが欲しくなるのは仕方ないでしょう。ALR スクリーンもセットで安く購入できるって話。詳しいセール情報については概要欄にも記載しておりますので、ぜひともご確認していただいて、せっかくのお得な機会を逃さないように。
まあ何せよバレリオンのプロジェクターは結構高額なので、セールのオフ率もすごいです。ストリームマスタープラス2もビジョンマスタープロ2もマックスもお得なタイミングで買っておきたいところ。いずれも非常に高画質ってのは間違いないですからね。正直、ビジョンマスタープロ2を使った後に MAX を使ってしまった私は、プロ2を初めて使った時に比べたらリアクションも薄かったし、私の家族に至ってはどっちもすんごい綺麗って反応でしたからね。ビジョンマスター MAX 最大のライバルは、皮肉にも同じバレリオンのビジョンマスタープロ2なんじゃないかなとも思いました。というわけで今回はこの辺で、おしまい。